ちょっと聞きたかったんですけど、要するにこういう研究ってそもそもそんなに多くの研究者がいないと思うんですよね。どういういきさつでこの放射線治療を工学系から勉強しようと思ったか、それはすごく聞きたかったんですけど。私もともと工学の人間ではなくて理学部の物理の方でなるほど。割と素粒子に近いような研究をしておりました。でイタリアに博士が終わってからイタリアにポスドクとして働いておりまして、その時に将来このまま続けていいのかなってちょっと悩んだことがありまして、でその時にちょうどそこのイタリアの町で陽子線治療センターをこれから立ち上げるっていうことでそっちの研究者の方がセミナーをしてくださって、研究所でその際に、こういった形で自分の物理学の知識とかが活かせるんだったらこっち側の方に行きたいなと思って、なるほど。こちらに。もともとは完全に物理の人なんですね。素粒子から始まって結構違うフィールドに来てるってことですね。融合的な研究とそうですね。ですよね。最初素粒子に興味を持たれた子供の頃からですか？それとも子供の頃は宇宙の時空とかに興味があって、そちらから物理をやりたいなというふうに思いました。その時はあんまり素粒子とかはよく分かっていなかったので、大学に入って、子供の頃からやっぱりそういう宇宙の仕組みとか宇宙がどうなってるか、それを考えると素粒子の話になると思う。時空の話みたいになってくるから興味あったんですね。そうですね。誰か影響を受けた科学者とかいるんですか？誰かの本を読んだとか。ちゃんと読んだとは言えないですけどもホーキングの先生の本ね。そうですか。アインシュタインとかにはアインシュタインとか、そうですか。その後ずっとこの領域に入られて、今陽子線治療を主にやってらっしゃるんですけども、多分今日のインタビュー聞いてる方って聞いたことはあるけれどもどういう治療方法なのかってあんまり分かってないと思うので先生ぜひ教えてください。放射線治療の中でも最も今がん治療に使われているのは X 線なんですけれども、その他に陽子線という過電粒子線を使う治療があります。で陽子線というのは非常にがん治療にとっていい特徴を持ってまして、体の中に入った時にある特定の深さで止まってそこに一気にダメージを与えるという特徴があります。でしかも止まってダメージを与えてその後ろ数ミリではもう全くダメージを与えないという、これは素晴らしい特徴になります。でこれを使ったのが陽子線治療で、あと照射の仕方として今先ほど見ていただいたようなスポットスキャニングという数ミリのビームで患者さんのこのがんの形状をしっかりなぞって線量をコンフォームさせるような治療になってまして、で本当にそこにだけダメージを与えられるというのが大きなメリットになります。なるほど。それは従来の X 線、皆さん放射線治療って言葉になってるんだけど、従来の放射線電離放射線というかそういうのではなかなかそういうのは達成できなかったんですか？そうですね。X 線治療だとどうしても、体に入ってからだらだらと減衰はするんですけども止まることはないので低線量はやっぱりゼロにはならないというのがあります。ただX 線治療の方でも最近はいろいろ強度変調とか回転しながら照射とかすることでだいぶ良くなってはいるんですけども、やはり陽子線にはなかなかかなわないと思います。今その陽子線治療を使ったがんの治療のなんていうか有利な点というのは、まず一つは侵襲が少ないっていうことですよね。あとはその効果という点ではこれはとても、学会でも議論になると思うんですけども、同じ病気に対して従来の放射線治療を行った場合と陽子線治療を行った場合で、単純な比較はできないと思いますけど、それどういう違いがあると思いますか、先生。そのものに対する効果は同じ線量では陽子線の方が少し高いくらいというふうに言われています。ただやはり周りの臓器を守れるということは大きいです。そうですね。結局、放射線治療の従来の放射線治療だと、皆さん分かると思いますけど、どうしたって周辺に影響が出るけど、その周辺の影響が陽子線の方がはるかに少ないと、そういうふうになるわけですよね。そうですね。治療計画みたいなのがとても大事だと思うんですけども、そこにも先生関わるんでしょうか？
治療系が、はい、時々、はい、関わっております。どういう形の関わり方をされるんでしょうかね。医師の先生が大体例えば CT 画像に対してここが腫瘍でここがその危険臓器なのでこれ以下に抑えてくださいっていう腫瘍に対してはこれだけ当ててくださいっていうのが指示がありまして、それに対しそれをちゃんと満たすようにどこからビームを入れて、どういったテクニックで線量集中させればいいかっていうのを計算します。それは計算するんですね。そうですね、はい。ただ治療計画装置というのがあって大部分は自動でできるようになっています。なるほど、なるほど。で今先生の研究というのが、ほぼだから陽子線治療そのものは、今後例えば機械がもう少し、扱いやすくなったり、それから精度が上がるかもしれませんけども、先生の今やられている研究、さっきちょっと聞いたのでどういう内容の研究されてるんでしょうか。2つありまして、1つは、照射の精度はかなり装置的に良くなっているんですけども、じゃそれで本当に患者さんにきちんとした線量を当てられるか、例えば手術で切り取るのと同じようなことができるかっていうと、それはビームの性質だけではなくて、いかにその患者さんの中を正確に見れるかとか、そういったことにもよってきます。で、一つ考えておりますのは患者さんの中を見るっていうところで、MRI 装置を陽子線とコンバインできないかということを、考えております。MR があれば臓器そのものを見ながら照射できるっていうメリットがあると思います。そちらの開発が一つ行っています。これこの装置って基本的にXNCT と陽子線治療を組み合わせてる装置と考えていいですよね。現在使ってるのは、それをだから、MRI で画像と位置決めをして、普通に考えるとですね、すごい素晴らしくいいと思うんですけども、技術的にとても大変だなと想像できるのはMRI って磁石使ってるじゃないですか、磁場を。でさっき聞いたら陽子線を曲げたり方向をちょっと変えるために磁場を作ってらっしゃるって言うんですけども、工学部的なものづくりの発想からしてそういうことって簡単ではないと思う。そもそも可能なのかどうかっていうこと可能ではあるんですか。 MRI と陽子線治療装置を同じ装置に組み込むってことはどうなんでしょうか。そこもたくさんの困難がチャレンジングなことがあると思うんですけど、一歩ずつ進めている状態で、まずはその照射の MRI の概念設計みたいなものをメーカーの方とやっておりまして、はい、なるほど。オープン MRI をこの照射のノズルに組み込むとどうなるかっていうことをやっておりました。それは一体化するんでしょうか。それこちらで例えばオープン MRI 僕も分かるので電磁石を使うか永久磁石を使うとか、永久磁石のパターンですか。電磁石のパターンで、電磁石で磁場で画像を作った後患者さんが移動させて陽子線治療の中に持ち込んでいくのか、このマシンの中に MRI と陽子線照射を組み合わせる後者の方ですか。今先生が考えている後者の方です。ここの部分にMRI の磁石を置いて持ってきて、そのオープン MRI をこれと一緒に回れるようにできればというふうに考えています。なるほど。それ相当なことですね。っていうかでもMRI の技術も確立してるし陽子線も確立してるから組み合わせるのはとてもそこはチャレンジだとは思います。工学的なチャレンジがものすごく大きいかなと。2番目の研究なんですけども、実際に当たったか当たらないかってさっきも聞いたんだけど、治療者側は当たったと思ってるけど本当に当たったのか、これどうやって調べるんでしょうか。いくつかの方法が提案されているんですけども、私たちが考えているのは、超音波を使う方法になります。これは実際陽子線が患者さんに照射された瞬間に非常に微小なんですけれども、そこから超音波が発生します。患者さんの体表に届いてくるんですけれども、それを体表でいくつかのセンサーを使って音を捉えることで今どこに当たったかっていうのを見たいなというふうに考えております。なるほど。超音波による位置決めっていうのはここが当たりました、そこから超音波が出るじゃないですか。それを、先生のお話だとこの中に、超音波のディテクターというか、
感知する装置を置いて、はい、2箇所ぐらいに置いて位置を決める、どこに当たった精度はどれぐらい、結構大体この辺ではなくて、ほぼこの辺だろうっていう精度はどれぐらい出るというふうに思われるんですか？ですね、今やってる寒天とか水とかそういう割と均質なものの中ではサブミリの精度がサブミリで出るんですか？エコー検査でできる、エコー検査できるような臓器だったら適しているのかなと思います。でもそれすごいですよね。つまり当たったところはちゃんと患者さんにも説明できるし、ただひたすらここに当たったと患者もドクターも信じているだけなのでもしもそれが当たってる場所がちゃんとここに当たってるんだっていうふうになると、再発が起こった時とかですね、どこに特に効いたとかいうことが本当によくわかるんじゃないかなと思うので、今はじゃああれですか、そうすると実験室と先ほど陽子線治療装置を見てきたんですけども、いいですよね。そういう両方の環境もそれがすぐ歩いていけるっていうところにあるというのはやっぱりとても立地的にですよね。最高ですね。はい。ですよね。やっぱり研究者って実際の例えば移行連携する、先生典型的な医学部と工学部の連携だと思うんですけども、やっぱり物理的な近さってすごくないと難しくて、北大の場合だと工学部と非常に幸運なことに工学部と医学部って最も近いので、そういう意味ではすごくいいなと思いますね。そうですね。はい。それは先生もお感じになりますか？感じております。もう病院で仕事して、そこから2時間目は工学部で授業してとか、できますもんね。そういったことができるので、はい、ですよね。はい、今学生さんの教育なんかも先生関わっていらっしゃるんですか？学生教育。そうですね。はい。どんなことを教えていらっしゃるんですか？学部生には数学と量子力学、大学院生には粒子線の物理を教えております。環境的にはやっぱり陽子線治療の本体が近くにあるっていうのはとてもいいかなと思いますね。そうですね。はい。あとはどうでしょうね。そのいずれも10年ぐらいのスパンに見ればなんか形になるといいですね。頑張ります。先生からいただいた陽子線治療の陽子線の使い方として、宇宙空間の研究とかに使えるので、ちょっとその話は聞きたいなと思って、どういう。ありがとうございます。実際ちょっと偶然なんですけども、陽子線で宇宙に出たら宇宙線のうちの実は 90% は陽子線なんです。そうなんですか。でしかもエネルギー体が治療のエネルギー体と重なってまして、なるほど。なのでそうなんだ。陽子線センターで出てくる陽子線って宇宙空間をよく模擬しているものになってます。そうだったんだ。はい。なので半導体とか宇宙産業影響を受けてるんですよね。はい。宇宙の放射線体制を見たいっていうところで、なるほど。企業の方が実験されていったりしています。他にもそれはいい話を聞いたな。半導体って宇宙に行くと、宇宙線の影響で正確に起動しなくなってファンクションしなくなるので、いろんな方法を考えられているんだけど、要するに宇宙空間で起こる陽子の影響を地上でシミュレーションできるってことですね。機械が。北大に来て今の研究、さっきのお話にも出たけど、やっぱり以降連携しやすいということがあると思いますけども、良かったことは言うとしたらどんな内容がありますかね。やっぱり陽子線センターがあるっていうことが大きくて、あとは放射線治療科の先生との結びつきがすごく強くて、例えば一緒に勉強会やったり、研究も一緒にプロジェクトで一緒にやったり、あとはそうですね、業務的にもご一緒させていただいたりしていて。あと最後になっちゃいますけど、今後北大も工学部も含めてさまざまな多様な若い人が今度入ってくると思う。特に今は半導体の件もそうですし、僕は医学部と工学部を連携した移行連携みたいなものも将来大学でやりたいなという、高校生とか小中学生がいると思うんですよ。なんか先生こういうことができますよとか伝えたいことがあったらちょっと教えてほしいんですけど、どうでしょうか。そうですね。例えば高校とかに模擬授業とかさせていただいたりすると、やっぱりそういう医学的な貢献が工学部でできると思わなかったっていうような、感想をいただいたりするので、陽子線治療ってもうできたように見えるのかもしれないですけども、今すごく技術が進んできていて、
ただまだ足りないこともいろいろあるので、そこら辺をこう一緒にもっといい治療を実現してくれるような方が入ってきてくれると、そうですね、とても嬉しいなと思います。それとてもいい話だと思います。大学を預かっているものとして言えば、やっぱり北大はやっぱり工学部と医学部が近いことはとても強みになるんじゃないかなと思ってますので、先生もそのリーダーとして頑張ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ホーキン先生はこの陽子線治療センターが治療を始めた際に病院長をされていたので、もうよく装置のこととかもご存知で、普段とはこう違うところを気づかれるので、非常にこっちも緊張しながらでも楽しい時間を過ごさせていただきました。で、非常にお立場のある先生で、なので非常にこちらも緊張したんですけれども、ただ研究についていろいろ励ましをいただいたり、あと全然違う方面からご助言をいただいたので、これからの研究に生かしていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。対談でもちょっと言ったんですけど、医学部と工学部って、非常に本当は連携するととてもいい実用化が起こるんですけども、なかなかうまくいかないんですよね。難しいんだけど、北大はやっぱり非常に近いので可能性はずっとあったんですけども、今回やっぱり松浦先生のこのお話を聞いていて、やっぱり陽子線治療っていうのは本当にすごいしっかりとした工学的な、それも非常に基礎的な知識がないとできない人がいて、そしてその現場が近くにあるという意味ではものすごくいい移行連携っていうんで、医と工の連携のちょっと最近の言葉で言えばショーケース、モデルケース、成功例になるんじゃないかなというふうに思っていました。はい、こういうのをぜひ見てですね、他の領域でもね非常に可能性があるので、やっぱり工学的なアプローチがないと今医学は進歩しないと思うので、話にも出てきダヴィンチなんかもロボティックもそうだし、あと AI を使ったさまざまな治療とか診断も工学部なしにはできないので、おそらく今の医学の進歩って生物学の進歩よりは、もちろん薬剤とか免疫療法とかありますけども、やっぱりもう一つ基軸として工学系の技術をどうやって導入するかっていうことで進歩があるんじゃないかなと思います。そういう意味で非常に良い例を見せてもらったなと思います。